皆さん、こんにちは。今日は帰り道の人生について発表します。私はブレンマ大学4年生のジュリアン・ルネーと申します。私はブリマー大学4年生のアシュリー・ヤンと申します。まず、帰り道の若い頃について少し話します。河合さんは1877年7月29日に生まれました。そして子供の時、河合さんの伊勢神宮で代々神職を務める家族は北海道に引っ越しました。北海道で家族はキリスト教の改信者になりました。河合さんは西洋人スミス先生の女学校でキリスト教らしい教育を受けました。この写真は1890年のスミス先生の生徒たちです。河合さんを見ますか？スミス女学校を卒業した後に、河合さんは清州女学校で教えました。そして東京に勉強しに行って、鶴梅子の家に泊まりました。河合さんは菅さんの日本婦人米国奨学金を受けたから、ニットベイ謎夫妻とアメリカに行き、1900年にブリンマ大学に入学しました。100人ぐらい1年生の中で、河合さんだけ東アジアから来ました。専攻は歴史と経済でしたが、好きな授業は英語の文学でした。1904年に卒業した後に、河合さんは日本に帰りました。日本に帰った後に、河合さんは須田が空いた英語塾で英語と歴史を教えました。同じ時に日本で YWCA の創立を手伝いました。英語で YWCA は Young Women's Christian Association という意味があります。河合さんは日本の YWCA の総幹事になりました。そして1929年に慶泉女学園を創立しました。1934年に Japanese Women Speak という本を書きました。ブレンマ大学の図書館にこの本のサイン入りのコピーがあります。1939年に河合さんは自伝的私のランタンという本を書きました。それから1941年に日本キリスト教連盟憲兵使節団の唯一の女性メンバーでした。1950年にスライディングドアという本を書きました。そして1953年に河合さんは亡くなりました。そして河合道が創立した慶泉女学園についてもっと具体的に紹介したいと思います。河合道は約20年間その組織に尽力した後、日本キリスト教女子青年会の職務を辞めた。その原因は、彼女は日本の女子教育に自身の志を明確されて、キリスト教女学校を開く夢を叶えたいからです。彼女はいくつかの困難を乗り越え、第二次世界大戦の中、東京で女子校を開くことができた。1929年、慶泉女学園が開校したとき、生徒数はわずか9名、教員12名、校舎は河合道の自宅でしたが、10年目には400人を超えて女学校に発展しました。今の慶泉女学園はもう中学、高校、大学、大学院がある教育集団になりました。この慶泉女学園の写真はブリンマ大学のスペシャルコレクションズから来ました。慶泉女学園で河合さんは1945年に日本の一番の園芸女子大学を創立しました。当時、園芸は日本で伝統的男性の分野でしたが、河合さんは女性に労働や自然の大切さを教えたかったのです。特に戦争の時、男性は戦っていて、女性は作物を植えなければいけませんから、園芸の知識は貴重でした。
慶泉女学園はキリスト教聖史に基づき、平和を希求する国際感覚の優れた女性、または自分の意見を表明できる女性の教育に重きを置いた。交渉は乙女がひざまずき、地面から湧き出てくる泉の水を汲んでいる情景を描いた。河合道の創造主からの恵みの泉である学びの縁でありたいという思いを含まれています。ここから慶泉女学園の学頭譲りという活動を皆さんに紹介したいと思います。学頭譲りは慶泉の卒業式で行われ、今日までも続いている伝統です。卒業生代表が在校生代表に学頭を手渡し、そして一人一人の卒業生が学頭から分け与えられたろうそくを受け、歌を歌いながら退場する。この光はどこにあってもそこを照らす存在であることのシンボルであり、このような輝く女性をこの学園から世に送るという願いも込められています。この伝統はブリマー大学のレンターナイという活動によく似ているので興味深いと思います。河合道はキリスト教の信仰と理想に立ち、日本の女子教育に貢献しました。平和時代には言うまでもなく、戦争中も弾圧に抗して女子校の開校を踏み切りました。その姿は時代を超えて今でも存続しているに違いないと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。